宮本武蔵第6回吉川英治茨1土も草も大地は若い女のような熱い息をしている。ムシムシと顔の汗からもかげろうが立ちそうである。そしてひそりとした春の昼中、竹蔵は一人歩いていた。事故の対象となる何者もない山の中をイライラした目つきを持ち、例の黒菓子の木剣を杖に持ってである。彼はひどく疲れているらしかった。鳥が飛んでもすぐ鋭い瞳がそれに動く。動物的な官能と猛気が泥や露に汚れ果てた全身にみなぎっていた。畜生！誰にとはなくこう呪いをつぶやくと、槍場のない憤りが不意に勃剣をうならせて、太い生木の幹をパッと割った。木の裂け目から白い乳が流れた。母の父を思い出したか、じっと目を注いでいた。母のいない故郷は山も川もただ寂しかった。俺をこの村の者はなんで目のか滝にするんだ。俺の姿を見ればすぐ山の関所へ告げ口するし、俺の影を見れば狼に出会ったようにこそこそ逃げてしまう。彼はこの寒物山に今日で4日も隠れていた。昼霞のあなたには先祖以来の、そして孤独の姉がいる屋敷が望まれるし、すぐ麓の木の中には七宝寺の屋根が静かに沈んで見える。だがそのどっちへも彼は近づき得ないのである。乾物への日に人混みに紛れてお通の顔を見に行ったが、お通が大きな声で自分の名を群衆の中で呼んだので、発見されたら彼女へも災いがかかるし、自分も捕まってはならぬと思って慌てて姿をくらましてしまった。晩になって姉のいる屋敷へもそっと訪ねて行ったが、折悪く又八の母が来ていた。又八のことを聞かれたら何と言おう。自分だけが帰ってきてあの年寄りに何と詫びようかなどと外に佇んだまま、姉の姿を戸の隙間から覗き見して惑っているうちに、張り込んでいた姫路城の侍たちに見つかってしまい、言葉も一つ交わさぬうち、姉の屋敷からも逃げのかなければならなかった。それ以来はこの佐沼の山から見ていると、姫路の侍たちが自分の立ち回りそうな道を血眼になって探し歩いている様子だし、村の者も結束して毎日あの山この山と山狩りをして自分を捕まえようとしているらしく思われる。お通さんだって俺をどう考えているか。竹蔵は彼女にさえも疑心暗鬼を持ち始めた。ふるさとのあらゆる人間が敵となって自分の司法を塞いでいるように疑われてくるのだった。お通さんには又八がこういうわけで帰らなくなったのだと本当のことは言いにくい。そうだ、やっぱり又八のお袋に会って告げよう。それさえ果たせばこんな村に誰がいてやるか。竹蔵は腹を決めて歩みかけたが、明るいうちは里へ出られなかった。小石をつぶてにして小鳥を狙い撃ちに落とし、すぐ毛をむしってその生温かい肉を裂いては生のままむしゃむしゃと食べて歩いていた。すると出会い頭のことである。誰か彼の姿を見るとともにこの前慌てて逃げ込んだものがある。竹蔵は理由なく自分を忌み嫌う人間にムッとしたらしく、待て！今日のように飛びついた。2、よくこの山を往来する炭焼きなのだ。竹蔵はこの男の顔を見知っている。襟髪を掴んで引き戻しながら言った。やい、なぜ逃げる？俺はな、忘れたか、宮本村の新面竹蔵だぞ。何も取って食おうと言いはしない。挨拶もせず人の顔見ていきなり逃げいでもよかろう。座れ。手を離すとまた逃げかけるので、今度は弱腰を蹴飛ばして勃剣で殴る真似をすると、頭を抱えて男は伏した。そのまま腰を抜かしたように戦慄して助けてとわめいた。村の者が何のために自分をこんなに恐怖するのか竹蔵にはわからなかった。これ俺が聞くことに返事をせえよいか。何でも申しますだが、命だけは。誰が命を取ると言ったか。麓には追っ手がいるだろうな。七宝寺にも張り込んでいるか。おりますだ。村のやつら今日も俺を捕まえようとして山狩りに出ているか。己もその一人だな。男は飛び上がって押しのように首を振った。うんにゃうんにゃ。待て待て。その首の根をつまんで、姉上はどうしているか。どっちゃの。俺の姉上、新面家のお銀姉だ。村のやつら姫路の役人に駆り立てられて俺を追うのは是非もないが、よもや姉上のお身を責めはしまいな。知らん、おら何も知らんで。こいつ勃剣を振りかぶって怪しい者のいいふりをする。何かあったな。抜かさぬと頭の鉢をこれがぶち砕くぞ。待ってくれ。言うがな。炭焼きは手を合わせた。
そしてお銀が捕まっていったこと、また村へは触れが回って竹蔵に食物を与えた者や竹蔵に寝小屋を貸した者はすべて同罪であるという達しとともに、一個から一人ずつ確実に若い者が挑発されて、毎日姫路の武士を先頭にして山狩りをしていることなど告げた。竹蔵の皮膚は憤怒のため鳥肌になった。本当か。念を押して姉上に何の罪があって。と血になった目を潤ませた。わしら、何も知らん。わしらはただ、ご領主が恐ろしいで。どこだ、姉上の捕まって行った先は。その牢屋は。ひなぐらの木戸だと、村の衆は噂していただが。ひなぐら。国境の山の線を呪いに満ちた瞳がじっと振り仰いだ。もうそのあたりの中国山岳の石柱は灰色の夕雲にまだらになって黒ずんでいた。よし、もらいに行くぞ、姉上を。姉上を。つぶやきながら竹蔵は木剣を杖について水音のする沢辺の方へ一人でガサガサと降りていった。3. 権行の鐘が今しがた終わった。旅へ出て留守だった七宝寺の十字も昨日か今日帰ってきているらしい。外は鼻をつままれてもわからない闇だったが、伽藍のうちには赤い灯明や栗の炉の明かりや北条の短径が揺らぐのが覗かれて、およそそこに立ち居する人影も淡く見て取れる。お通さん出てくればいいが。竹蔵は本堂と北条との通路になっている橋廊下の下にじっとうずくまっていた。夕げのものを煮る匂いが生温かく漂ってくる。彼は煙の出る汁や飯を想像した。この数日、生の小鳥だの草の芽などよりほか何も入っていない胃袋は胸先で暴れて痛み出した。が、口から胃液を吐いて竹蔵は苦しんだ。その声が響いたと見え、なんじゃ。北条で誰かが言う。猫でしょう。お通が答えた。そして夕げの膳を下げて竹蔵のうつぶしている上の橋廊下を渡ってゆくのである。あ、お通さん。竹蔵は呼ばわろうとしたが苦しくて声が出なかった。だがそれはかえって行幸でもあった。すぐ彼女の後から風呂場はどこじゃな。とついてきたものがある。寺の仮木に細帯を締め手ぬぐいを下げている。ふと仰ぐと竹蔵には覚えのある姫路城の武士なのだ。部下や村の者に山狩りをさせたり、夜昼のけじめなく捜索に本命させたりしておいて、自分は日が暮れればこの寺を宿として地層酒に預かっているという身分らしい。お風呂でございますか。お通は持ち物を下に置いて、ご案内いたしましょう。縁伝いに裏へ導いてゆくと、鼻下に薄ひげのあるその武士は、お通の後ろからいきなり抱きすくめて、どうじゃ、一緒に入らないか。あれ、その顔を両手で押さえつけて、じゃないか。頬へ唇をすりつけた。いけません。いけません。お通はか弱かった。口を塞がれたのか悲鳴も出ないのである。竹蔵は身の境遇の何かをも忘れて、何をする。縁の上へ飛び上がった。後ろからついた拳が武士の後頭部になった。手もなくお通を抱えたまま相手は下に転げ落ちている。お通が高い悲鳴を上げたのもその途端であった。仰天した武士は、いや、己は竹蔵じゃな。竹蔵だ。竹蔵が出てきた。おのおの、いであえ。とわめいた。たちまち寺内は足音や呼び合う声の暴風となった。竹蔵の姿を見たらばとかねて合図してあったか、鐘鐘楼からはゴンゴンと鐘が鳴った。すわ。と山狩りの者は七宝寺を中心に駆け集まった。時を移さず裏山続きさぬもの山一帯を探し始めたが、その頃竹蔵はどこをどう走ってきたか、本井殿家のだだっ広い土間口に立って、おばばおばばと母屋の明かりを覗いて訪れていた。4. 誰じゃ。試食を持って何気なくお杉は奥から出てきた。下顎から逆さに子息の明滅を受けている窪の多い顔が土経路にさっと変わった。あ、お主は。おばば一言告げに来た。又八は戦で死んだのじゃない。生きているある女と他国で暮らしている。それだけだ。お通さんにもおばばから伝えておいてくれや。そう言い終わると、ああ、これで気が済んだ。竹蔵はすぐ勃剣を杖について暗い表へ戻りかけた。竹蔵。お杉は呼び止めた。我、これからどこへ行く気じゃ。俺か。沈痛に。俺はこれからひなぐらの木戸をぶち破って姉上を取り返すのだ。そのまま他国へ走るからおばばとももう会えん。ただここの息子を戦で死なして俺一人帰ってきたのではないということをこの家の者とお通さんに告げたかったのだ。もう村には未練はない。そうか。
子息を持ち替えてお杉は手招きした。お主は腹が空いてはおらぬのか。飯など幾日も食べたことはない。不憫な。ちょうど温かいものが煮えている。なんぞ選別もしてやりたい。ババが支度する間、湯でもあみていやい。のう、竹蔵、お主の家とわしが家とは赤松以来の共に休暇じゃ。別れが惜しい。そうして生かししゃれ。竹蔵は肘を曲げて目を拭った。不意に温かい人情に触れたので、猜疑と警戒心だけに張り詰めていたものが、急に人間の肌を思い出したのであった。さあ、はよう裏へ回れ。人が来たらどうもならぬ。手ぬぐいは持ってやるか。風呂を浴びている間に、そうじゃ、また蜂の肌着やこそでもある。それを出しておいてあげよう。飯の支度もしておこう。ゆるりと湯に浸かっていたがよい。子息を渡してお杉は奥へ隠れた。するとすぐ分家の嫁が庭からどこへやら走って行ったようであった。戸の鳴った風呂小屋の中には湯の音がして明かりの影が揺らいでいる。お杉は母屋から湯の加減はどうじゃな。と声をかけた。竹蔵の声が風呂場から、いい湯だよ。生き返ったような気がする。ゆるりとぬくまっていたがよいぞ。まだ飯が炊けておらんようじゃ。ありがとう。こんなことなら早く来ればよかったのだ。俺はまたおばばがきっと俺を恨んでいるだろうと思ってな。喜びにあふれた声がそれからも湯の音に混じって二言三言していたが、お杉の返事はしなかった。やがて息を据えて分家の嫁が門の外まで戻ってきた。後ろに20人ほどの侍や山狩りの者を連れている。外に出ていたお杉は小声でその人々へ何か囁いた。何、風呂小屋へ入れておいたと。そいつはでかした。よし、今夜は捕らえたぞ。武士たちは人数を二手に分けて大地を引きの群れのように張ってゆく。風呂口の火が闇の中に真っ赤に見えていた。何か、なんとはなくである。竹蔵の六冠はおののいた。ふと戸の隙間から外を覗いた途端にである。彼は送信の毛穴をよだてて、騙されたと叫んだ。裸だ、風呂場の狭い中だ、どうする分別もいとまもない。気がついたのがすでに遅いのだ。棒、槍、実手、そんな武器を持った人影が板戸の外には充満している。実際は14、15名に過ぎなかったろうが、彼の目には何倍にも映った。逃げる策がない。身にまとう一枚の肌着すらここにはないのだ。だが竹蔵は怖い感じを持たなかった。お杉に対する憤りがむしろ彼の野生を買って、どうするか見ておれ。主勢を考えない。こんな場合にも彼は敵と思う者へこっちから出てゆく心にしかなれないのだ。取り手たちが互いに踏み込むのを譲り合っている間に竹蔵は内から戸を蹴飛ばしてなんだわめいて踊り出した。すっぱだかなのだ。濡れ髪は溶けてざんばらになっている。竹蔵は歯を噛み鳴らし胸板へ走ってきた敵の槍の柄へしがみついた。相手を振り飛ばしそれを自分のものとして握り直すと、こいつら無茶である。縦横に槍を振り回して殴るのだ。しかし大勢に対してはこれは効果がある。穂先を使わずに絵を使う槍術はそもそも関ヶ原の実践で彼は教えられたものである。ぬかった。なぜ先に死に物狂いで3、4人風呂場の中へこっちから飛び込まなかったかと後手を食いるように取り手の武士たちは叱咤を交わし合った。とたびほど大地を殴ると槍は折れてしまった。竹蔵は納屋のひさしの下にあったダルの押し石を差し上げて取り囲む群れへ放りつけた。それ、母屋へ飛び込んでいったぞ。外から人々がこうわめくと一室からはお杉だの分家の嫁だのが裸足のまま裏庭へ転げ降りた。家の中を雷が歩いているように何か凄まじい物音をさせながら竹蔵は歩いていた。俺の着物はどこへやった。俺の着物を出せ。そこらには野良着が脱ぎ捨ててあるし手をかければ衣装ダンスもあるが目もくれない。血眼で自分の綴れた着物をやっとクリアの隅に見つけ出すとそれを抱えたままドベッツイの肩に足をかけて引き窓から屋根へ這い出した。包みを切った濁流へ自室の声を上げるように下では騒いでいる。竹蔵は大屋根の真ん中へ出て悠々と着物を着ていた。そして歯で帯の端を噛み裂き濡れ髪を後ろに束ねて根元を自分で固く結んだ。眉も目尻も引きっつれるほどに大空は一面春の星であった。